ハエの生態と季節の変化について。イントロダクション。ハエといえば、夏の風物詩とも言える存在ですが、その生態や季節の変化には興味深い事実が隠されています。ずんだもんと四国メタンが対話形式でハエの世界を探求します。この動画を通じて、ハエの生態や駆除方法について、新たな視点を得ることができるでしょう。ハエの生態と行動。ハエってなんであんなにうるさいのだ。ハエがうるさいと感じるのは、彼らが人間の食物やゴミを好むからなの。人間の目には見えない微細な食物の残りカスやゴミを見つけるのが得意なの。それにハエは繁殖力が非常に強い生物なの。一度に数百もの卵を産むことができるから、ちょっとした環境の変化で数が急増するの。それからハエは温度や湿度にも敏感で、その変化を素早く察知して行動を変えることができるの。これらの特性が合わさると、ハエは人間の生活にとって大きな悩みの種となることがあるのよ。ハエと季節の変化。ハエってなんで夏に多いのだ。ハエは暖かい気温を好むからなの。気温が上がると活動的になって繁殖も盛んになるの。特に夏場はハエが好む温度条件が整っているから、ハエの数が増えるの。それから夏は人間の活動も活発化するから、食物の残りカスやゴミが増える傾向があって、それがハエの増加をさらに促進するの。でも夏だけじゃなくて他の季節でもハエは存在していて、その生態は季節の変化によって微妙に変わることがあるの。例えば冬場は気温が下がるから、ハエは活動を抑えて生存することが多いの。だから季節によってハエの行動パターンも変わるのよ。ハエの駆除方法。ハエが多いと困るんだけど、どうやって駆除すればいいのだ。ハエを駆除するためには、まずは発生源を特定して清掃することが大切よ。ハエが発生する条件を整えてしまっている場所を見つけ出して、きちんと清掃することが最も効果的な方法なの。それからハエ取り紙や殺虫剤を使うのも有効よ。ただこれらは一時的な対策で根本的な解決にはならないから、環境改善も忘れずに行うようにするの。例えばゴミの管理を徹底したり、食べ残しを放置しないようにすることも重要だわ。さらにハエの生態を理解することで、ハエが好む環境を避けたり、ハエが寄りつかないような生活習慣を身につけることもハエの駆除には有効ね。ハエと人間の生活。ハエが人間の生活にどんな影響を与えるのだ。ハエが人間の生活に与える影響は大きいの。ハエが食物に触れると、その足に付着した細菌を運ぶことがあるの。だから食物をハエから守ることは食中毒を予防する上でも重要なの。それからハエが多いと感じると、生活環境が不衛生であると感じてストレスを感じることもあるのよ。まとめ。ハエの生態や季節の変化について理解することは、我々の生活環境を快適に保つために重要です。これらの知識を活用して、ハエに悩まされることのない生活環境を作り上げてください。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。